神寄りの方。祖父が子供の頃の話。祖父は子供の頃、岐阜県の山深い村落で暮らしていた。村の住人のほとんどが林業を営んでおり、山は彼らの親と同じであった。そんな村にも地主が存在しており、村の外れにある大きな屋敷に住んでいた。地主は林業を営むわけでもなく、毎日をのんびりと暮らしていた。まさしく牧歌的な暮らしの村であるが、村特有のルールも存在していた。そのルールというのが、毎月3日は、神取師以外は地主の家に近づいてはならない。屋敷に来る客人に声をかけてはならない、というものだった。毎月3日の朝に、村外から数名の人間が訪れては、夕方には帰っていく。物心つく前からそのルールを教え込まれていた祖父は、何の疑問も持たずにルールを守り続けていた。ある日、村の外から一人の男が流れ着いてきた。その男を、A とする。男は村の外れにある屋敷から少し離れた場所に、勝手に小屋を作り、住み着いたそうだ。村人たちは、不審人物である A に誰がこの村のルールを説明するのかを会議し、祖父の親父がその役をすることになった。祖父の親父は早速 A の小屋へ赴き、この村のルールを説明した。このルールを破れば大変なことになるので、必ず守ってほしい。と、念を押した。俺が不思議に思ったのが、なぜ村から追い出さなかったのか。だが、祖父曰く、村の人間の半数が流れ者なので、追い出すという考えがなかった。だそうだ。話を戻す。A はその説明を聞き、ルールを守ることを了解した。そして A が訪れてから、最初の3日が訪れた。この日も20代の男女と40代の男1人が村へとやってきた。3日にやってくる者は皆々りもよく、両家の出である品を持っていたそうだ。この村になぜ村外の者が訪れるのか。その秘密は、神寄りの方にある。この神寄りの方とは、人間にかけられた呪いや付き物を落とす術であり、この村の地主がその術を代々受け継いでいたらしい。術はその名の通り、髪の毛に邪念を寄せ、取り除くというもの。しかしその髪を取り出す場所は、秘術者の腹部から取り出される。その髪を山へ封印に行くのが、地主から洗礼を受けた神取り師である。その日もいつもと同じように時間が流れ、屋敷の裏口にそっと置かれた包み紙を神取り師が持ち、山へと封印に行った。だが、村に来て日の浅い A は、村のルールは聞いていたがそれを無視し、屋敷のそばの雑木林からその様子を伺っていた。A は神取り師が持ち去った包み紙に、何かいいものが入っているものだと考え、神取り師の後をつけた。神の封印場所は山の中腹に建てられた祠であり、この祠の管理も神取り師の仕事であった。A は、神取り師が祠の中に包み紙を入れ、山を降りたのを確認すると、祠の中からそれを取り出した。中を確認すると、血で濡れた一束の髪の毛。A はその髪を放り出し逃げ出した。その次の日、A の小屋が燃えた。A は小屋から逃げ出し無事であったが、不審に思った地主が A を呼び出した。A は昨日のことを話さなかったらしいが、地主には A についているものが見えていた。地主は、死にたくなければ、お前が神取り師を受け継げ。それを拒否すれば命はない。と、A に凄むが、A はそれを拒否。その日のうちに A は村から追放された。それから数日後、地主の屋敷が全焼し、一家が死亡した。その焼け跡からは、A と見られる遺体も発見された。村人は A が放火し、そのまま逃げ遅れたのだろうという結論になった。さらに数日後、神取り師が祠に行くと、
祠は完全に破壊され、中にあった紙もすべて持ち去られていた。真相は不明だが、村人たちの話では、A は祠を破壊し、紙を持って屋敷に行った。神の呪いや邪念が一気に高まり、屋敷炎上を引き起こしたんじゃないかということになった。地主がいなくなってからは、村外の者からの収益もなく、次第に村が錆びれていき、やがて捨て村となっていった。それ以来、祖父は髪の毛に対し、強い恐怖を覚えるようになった。と、ツルツルの頭を撫でながら話してくれた。生きてて楽しい？私が小6の時の夏休み、薄暗い明け方のこと。私はその日眠れずにいて、テレビをぼーっと眺めていた。すると突然、外から笛の音が聞こえてきた。こんな朝早くになんだろうと思い外を見ると、白い着物を着たガリガリの髪の長い女が、家の前の道を歩いていた。女はしばらくこっちを見ていたが、また道を歩き出した。そして私がまたテレビに目をやったその瞬間、階段を、トン、トン、と登ってくる音がした。その時私の部屋は2階で、扉が少し開いていた。私は不気味な気配にビビり、布団に潜って布団の隙間から様子を見ていた。しかし、しばらくしても何も来ないので、相当ビビって、隣にある母親の寝室に逃げ込んだ。入ったその瞬間、私は呆然とした。その部屋は真っ暗で、奥の方で、首を吊って天井からぶら下がっている母親の影が見えた。私は何もできず、それをしばらく眺めていた。すると耳の奥底で、生きてて楽しい？という女の声がした。母は次の日、普通に起きて仕事に行ったし、今も生きてる。でも、母はその日から1ヶ月くらいで、20キロも痩せるという異常な痩せ方をした。今から10年ほど前のことです。タケノコの罠。知り合いの話。裏山で草刈りをしていると、背後から、おーい、と呼びかけられた。振り向いたが誰もいない。そんなことが何度も繰り返された。はじめは気味悪がっていた彼も腹を立て、ついには、一体なんだ。俺はここにいるぞ。と大声で怒鳴り返した。次の瞬間、目の前に大きな黒い物体が、ズン、と地響きを立てて落ちてきた。驚いて腰を抜かしかけたが、なんとか踏みとどまる。それは古びた黒いボストンバッグだった。裏山から誰かが、彼めがけて投げ落としてきたらしい。慌てて緑なす斜面に目をやったが、誰の姿も確認できなかった。恐る恐るバッグを確認すると、中はまだ土がこびりついているタケノコでいっぱいだ。どのタケノコもみずみずしく、実に美味しそうに見える。ちょっとの間悩み、結局全部もらって帰ることにした。みんな持って帰っちゃうぞ。いいんだな。一応裏山に向かって、正体不明の誰かに確認してみた。返事らしきものは一切返ってこない。送り主の気が変わらぬうちに、さっさとそこを後にした。新鮮なタケノコは、実にうまかったそうだ。家族がすべてのタケノコを食い尽くすのに1週間ほどかかったという。それから数日後、異変が生じた。母屋の和室に敷かれた畳が、持ち上がり始めたのだ。何事かと畳をはぐってみると、そこには何本ものタケノコが伸び上がっていた。どこから伸びてきたんだ？この近くには竹やぶなんかないぞ。いぶかしがりながらも片っ端から切り倒す。
しかし数日もするとまた新しいタケノコが畳を突き上げ始めた。やがてタケノコは和室の床下以外からも生え始め、とうとう駆除が追いつかないほどの速さで繁殖しだした。抵抗を続けていた彼もついにさじを投げ、家をタケノコに明け渡したのだという。家を出るときは、悔しくてならなかったそうだ。現在、母屋があった場所には竹やぶが茂っており、彼は少し離れた場所に新しい住居をこしらえている。あのバッグは罠だったんだな。誰が仕掛けたのかはわからんが。そういう彼の腕には、切り出されたばかりの青竹が抱えられていた。復讐とばかりに、今でも何本も竹を切り倒しているらしい。残念ながら、竹やぶは勢いを弱める様子など見えないそうだ。お願い。学生の頃、夜部屋で寝てたら、急に目が覚めて金縛りになった。変な気配がしたので、目だけ動かして窓の方を見たら、顔がたくさん浮かんで、こっち見てた。なんか霊とかって、どんなものかよくわかってなかった私は、その時心の中で、宝くじが当たりますように、ってその顔たちにお願いしてみたら、すべての顔が、はぁ、って表情になって、消えた。